ご視聴ありがとうございます。ももかんと申します。今回は、チサのビジュアルについて学術的に完全解説をしていきます。体型から服装や身長まで数値で網羅的に解説しますから、よければ最後までご覧ください。このチャンネルでは今後も推しの良さをすっきり理解できる動画たくさん出していきますから、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらは本動画に関する注意点です。気になる方は一時停止してご覧ください。今回はこのような流れで解説を進めていきます。まずはチサのフリーサイズと体型についてです。バストウエストヒップの大きさをキャラクターのスクショから長さを計測して楕円に近似して求めました。チサのバストはトップが91センチ、アンダーが79センチで D カップ相当となります。数値的にはシカやコンシと同程度で、ショアキやカルテジアよりはややボリュームがあるラインかなという感じです。全体としてはここの位置になりまして、サイズ感としてはやや控えめ寄りの印象になってます。なお、胸部のボリュームに近い指標となるトップの長さだけを見てみますと、3下とか折り絵ぐらいに収まっています。ただし、チサはかなり厚着の衣装となっておりますから、実際のシルエットは意図的に分かりにくくデザインされているのかなという印象もあります。形状もほとんどわからないので、今後新衣装が来ましたら、その時はシルエットも含めて改めてチェックしたいと思います。また、ウエストは68センチでヒップは90センチでした。日本人女性の平均ヒップが90センチほどですから、ちょうど平均値に近いボリュームです。チサのウエスト、ヒップのバランスは 0.75 で、ヒップよりもウエストの方がややしっかりしている部類になっています。この比率に近いのは、ツバキとかシカあたりですね。ウエストヒップの比率は一般的に 0.7 ぐらいがバランスがいいとされておりまして、ヒップ側にボリュームがあるというものが定番です。チサはそこから少し控えめなバランスに寄せてありまして、全体の印象が落ち着いたように調整されているように見えます。また、3サイズから体型を3つに分類してみました。バストが大きいリンゴ型、ウエストにくびれがある砂時計型、ヒップが大きい洋梨型です。計算式は以下の感じです。計算の結果、チサの体型は砂時計型で、上下のボリュームバランスが綺麗に整った感じとなっております。安定感のあるプロポーションと言えそうです。では、可愛いモーション見ていきましょう。チサは足を中心とした全体的なモーションがとても魅力的になっています。通常1段目ではポケットに手を入れたまま攻撃しますが、攻撃後に入れる手を変えています。2段目から急にアクロバティックになりまして、ハサミを足に引っ掛けて全体的にこのように回転します。そして足でハサミを持ち上げる動作も非常に映えます。3段目はハサミごと全身で切り上げまして、終わったら理系アニメで見たことあるような決めポーズが入ります。4段目からの5段目でハサミと糸を巻き込んで一気に両断する流れです。私たちも調子に乗ってると両断されてしまいますから注意しましょう。銃撃からの落下攻撃ではハサミに乗った攻撃になってます。その後に靴を直す仕草が入るんですが、戦闘中に日常の所作が混ざることによって生活感が一気に増しているわけでございます。また空中銃撃で浮遊できまして、足のシルエットがよくわかるポーズですね。さらに強化状態に入りますと、足でチェーンソーを起動させまして、非常にかっこいい攻撃の連続を見ることができます。さらにスキルを打ちますと、決めポーズからの眠たそうに目をこすりからの少し青い目に変わります。解除後はなんとも照れたような柔らかい表情を拝むことができるわけです。本当にありがとうございます。では次に全体的な服装と露出度、露出箇所、温根見ていきましょう。服装全体としましては、上半身は控えめ、下半身は軽やかに見せるというメリハリのデザインになってます。トップスとネイビーのプリーツスカートに大きめのコートを重ねたアイラインのシルエットになってます。また上半身は布の量が多めになってまして守られていますが、足だけスッと見せていますから、頭脳派だけれどどこかアンバランスさもあるという理系キャラクターらしい印象になります。トップス部分は濃いネイビーですね。クラシックなカラーで真面目、誠実なイメージがあります。昔ながらの優等生らしい落ち着いた雰囲気をまとっています。またロングジャケットを着こなしておりまして、腕や胴体といった華奢な上半身が中で泳ぐぐらいのオーバーサイズになっていますから、体の細さが逆に強調されます。裾はギザギザにほつれたようなカッティングになっていまして、切断を思わせるモチーフで、世界観のハードさもさりげなく表現されます。黒いネックバンド型のチョーカーを首につけていまして、これはモニタリング装置で管理とか封印の意味を醸し出しています。
単なるアクセサリーという感じではなく、キャラクターの危うさとか緊張感を示しています。また下はネイビーのプリーツスカートですね。丈は太ももの中ほどより少し下ぐらいになっていまして、いわゆるミニではありますが、全体のバランスとしては落ち着いた印象に収まるかなという感じです。一般的なプリーツスカートのスタイルと違う点といたしましては、ウエストにベルトと小さな端末が下がっていますから、分析する人という職業的なニュアンスが出ております。また、右太ももには細いベルト。肌が一番明るく見えて視線が集まりやすい位置に一本のラインがスッと入ることで足の長さの切り替え位置がはっきりしますからシルエットにメリハリが出ます。足元はベーシックなローファーと靴下です。上半身は黒いコートで少しハード寄りですが足元がクラシックなローファーになっていますから不良感がここで軽減されましてきちんとした優等生キャラクターに見えるなというバランスになっています。ここで露出度計算のため医学で使われる肌面積計算の方法を編集して使います。すると全体の露出度は 35% ぐらいでした。これはサンカやヤンヤンと近い数字かなという感じです。上半身はきちんと閉じたトップスで露出がほぼ足に集中しているという印象です。客線の長さとメリハリが強調される服装になっていますから視線を下方向に誘導するという実際のファッションでもありそうなテクニックに近い構造になっています。では、太ももの太さを見ていきましょう。体の正面と側面の長さを計測し、円形近似を用いて周囲長を計算しました。すると、太ももの周囲はだいたい72センチぐらいでした。前の厚みはおよそ22センチぐらいになっています。500ml ペットボトルの高さが約20センチほどですから、日常のものと比べると、ややしっかりめのプロポーションかなという感じです。数値的にはヤンヤンとほぼ同程度で、オーガスタ、東蔵より少しスリムなグループに入ります。全身を大きく使うアクションが多い彼女らしくなっておりまして、動きの安定感と存在感が両立した太もものデザインになっていると言えそうです。では、ヒップラインを見ていきましょう。ライン測定のために滑空状態を撮影しまして、ヒップラインのカーブを数式化しております。すると、小さなヒップラインは補調しすぎないけれど、しっかり丸みが出ているというタイプです。こちらの直線より約 18.7% ほど膨らんでおりまして、膨らみの面積がやや大きめで厚みが広い範囲で続くボリューム感のある形状です。では、この体型が歩行に与える影響を見ていきましょう。チサの歩行は相当落ち着いておりまして、冷静さを感じるほど優雅です。上半身のブレも最小限に抑えられていますから、この辺りは傘下にも通じるモーション設計かなという感じです。その代わりですね、上半身を包む分厚いジャンパーがしっかり動いてくれていますから、つい応援したくなります。頑張れ、ジャンパーくん！次に服の破れ具合を見ていきましょう。このゲームはダメージを負うほど服が破れる仕様になっております。目立つのはスカートの前側のダメージとソックス部分の破れですね。加えまして、ジャンパーも全体的に損傷が進んでおります。もともとラフで使い込まれた感じはありましたが、さらに強調されたなという印象になっています。ところで彼女は自分の服は自分で直すのでしょうか？気になるところです。次に身長を計算していきましょう。計算方法として漂白者の手首から中指の長さを基準にしております。ここの長さは女性平均でおおむね17センチらしいですから、この数値から身長を割り出しております。すると、チサの身長は頭頂あたりから足首までで165センチぐらいでした。足首までですと同じぐらいの身長などは調理とかビューのあたりになってきます。非常にちょうどよく収まっているなという印象です。次に体重を推定してきました。体の各部位の体積をもとに体重を推定しています。こちらは超概算となりますから要注意です。計算の結果、チサの体重は服を除いて約 62kg ぐらいでした。身長170センチくらいの女性の標準体重は BMI22 法で計算するとだいたい 59.9kg ぐらいですから、これをやや上回る結果になっています。こちらはですね、太ももが基準よりも少しボリュームがありまして、バストヒップはほぼ標準的な値となっておりますから、これぐらいかなという感じになってきています。次に顔と髪を見ていきましょう。顔を見ますと深い赤色の瞳で首元のスカーフや武器の赤と色が揃えられているなという感じがします。こちらの目は共鳴能力を使うと青く光りますから、赤と青2色の色を楽しむことができます。
また、まつげと目尻の形が少しだけ上がっていますから、理屈っぽさだけじゃなく、わずかな大人っぽさもさりげなく混ざっているというわけでございます。また、泣きぼくろも非常に強いチャームポイントになってます。赤いアイシャドウも目線がより強調されるワンポイントとなっています。髪を見ますと腰まであるストレートのまさにオーソドックスな黒髪といった感じです。前髪はまっすぐで定規で切ったような精密さを感じるラインになっております。ギザギザ感を作っていますから、硬い印象を少しだけ和らげているなという雰囲気もあります。また、長い赤い紐で少しだけ髪を結んでいるところもワンポイントになって目を引いてきます。毛先だけはほんの少し内側にカーブしていますから、全体として硬すぎない柔らかさを出しているということが伺えます。次に髪の毛の柔らかさを見ていきましょう。計算は髪をバネ質量計と仮定しまして硬さを算出しております。すると、この長い部分は優しめの歯ブラシぐらいのしなやかさになっています。やや抵抗感を感じつつも、ちゃんとさらっと動いてくれるバランスです。柔らかさ度合いで言いますと、オーガストな髪と同じぐらいのグループでしっとりとしたまとまり感が伝わってくるという感じです。次に、チサの現時点での二次創作人気度を見ていきましょう。ピクシブにある作品数の数を見ていきます。ピクシブにある全ての作品数は1054作品でした。こちらはね、全体の作品数としてかなり多くなっておりまして、例えばガルブレーナですら全体の作品数は現在670作品にとどまっております。チサはね、こちら毎日私ウォッチしてるんですが、日に日に増えていってますから、おそらく最終的には数千から数万とかいうレベルまで行くんじゃないかなと思います。まだまだ伸びしろありますから、クリエイターの皆様は何卒よろしくお願いします。楽しみにしておきましょう。次に使い方とおすすめのコツ見ていきましょう。チサはね、異常サポーターですから、異常を付与できるアタッカーと組ませて使うということですね。通常攻撃と共鳴スキルでこの火力ゲージを貯めていきます。ゲージが溜まったら強化スキルをぶっ放しまして、強化通常攻撃を打ちまくると。で、4段目で火力ぶっ破と味方にシールドがつくということだそうです。凸は推しキャラなら凸して OK です。もうスペックとかね、もう何でもいいですからね、正直。自分の心に従った凸なら絶対後悔しませんので大丈夫です。ここまでのビジュアルをまとめると、チサはこんな感じとなっております。チサは派手なモーションと計算されたプロポーション、そして足回り中心のシルエットデザインが綺麗につながったキャラクターとなっております。理知的だけれど少し危ういという世界観を丁寧に表現しているのが印象的です。数字で見ても堅実寄りのバランスとはなっておりますが、歩き方やスキル演出まで含め静かな熱量とキャラクター性がじわっと伝わってくるビジュアルかなという印象です。次にチサの香りを考察妄想しました。チサに近づくと雨上がりの廊下のひんやりとした空気と入れたての紅茶にほろ苦いチョコレートを落としたような香りがふわりと立ち上ります。それは理工系の優等生としての彼女の性格がそのまま立ち上がったように感じられる香りです。やがて紙とインクの古い本棚の木の匂いと猫の毛並みのような柔らかなムスクが溶け合い、静かな夜の図書室のような余韻へと沈んでいきます。そのビターチョコレート色の落ち着いた香りがそっと私たちを包み込んでくれることでしょう。解説は以上となります。チサは古き良きジャパニーズガールです。素体確保は推奨します。この動画についてご指摘、ご感想などありましたらお気軽にコメントよろしくお願いします。今後もここでしか得られない女性キャラクターの最新情報を提供します。見逃したくない方はチャンネル登録、高評価ぜひお願いします。あとコメントもお願いします。以上、ももかんでした。ではまた。